皆さんこんにちは、みのみです。今日の動画ではニキビ跡の治療についてのお話をしていこうと思います。今現在ニキビに悩んでいたり、または昔ニキビができていて今ニキビ跡にすごく悩んでるんだよっていう方いらっしゃいましたら、今日の動画ぜひ参考にしていただきたいです。このチャンネルでは私の実体験をもとにライフスタイルを発信しているチャンネルになります。本日の動画参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。実際私も遡ること中学生ぐらいの頃から顔全体にですね、膿ができる黄色ニキビがバーッと顔中にできちゃってずっと悩み続けていたんですね。特に顔中にはできていたものの、おでことこの両こめかみ、そしてこの頬ですね、ほっぺたの部分に結構ニキビが広がっていました。その上、当時産んできたらその産んだ状態を潰してしまうという一番やってはいけないことをしていたんですね。そういったこともあってニキビが治る頃には特にここのこめかみと頬の部分にクレーター跡っていうのが集中してできてしまいました。もはや黒歴史すぎて、私のコンプレックス時代の10代の頃の写真って見てみるとあんまり残っていないんですよね。かつてニキビに悩んでいた頃の私にこれは言いたいです。ニキビは立派な皮膚の疾患、病気なので皮膚科に行って適切な治療を受けてくださいって大きな声で叫びたいですね。小さい頃の私は何をやっていいか分からず、ほぼ放置の状態で過ごしてしまったんです。その頃にいいニキビ治療に出会ったらなとか、今ではもうたらればの状態になってしまっているんですけど、ニキビ跡っていうのは特にクレーター跡になってしまうと、例えば化粧水とかそういった日々のケアで治すっていうのはほぼ難しいので、それなりに根気強く治療して、何より費用も結構かかってしまうっていうのが現状なんですね。だからこそですよ、根気強く治療を続けていく必要があるからこそ、適切に効率に最短で治療ができるのが一番いいじゃないですか。なので今日は私がやってきたニキビ跡の治療の中で、この治療やってたら治りが早かったなと思うものっていうのを紹介していきます。ぜひ私の治療経験が今ニキビ跡に悩んでいる人に少しでも参考になればなと願っています。私のニキビ跡っていうのが赤みとかはなくってほぼクレーター跡だったんですね。で、そのクレーター跡っていうのは一般的にローリング型とアイスピック型、そしてボックスカー型っていう3種類があって、その中でも私のニキビ跡、クレーター跡っていうのがローリング型っていう幅が 4mm から 5mm 以上の深さがあって、お皿状にへこんだニキビ跡が特にこの両こめかみと左頬に広がっちゃったんですね。今日のニキビ跡の治療のお話っていうのは、特に深さがあるクレーター跡の治療をメインに話をしていこうと思っています。ここで今日の動画で治療する上で一番大切なことっていうのを最初にお話ししていこうと思います。それは深さがあるクレーターのへこんでいる部分っていうのを癒着している状態なんですね。その癒着している部分、くっついている部分を最初に皮膚を引き上げて深さを埋めてあげる治療、そこから始めることが一番効果的だということです。クレーター跡っていうのはここの表皮の部分から真皮層の近くまでへこんでいて癒着している、くっついている状態なんですよね。なのでここの癒着している繊維を剥がしてあげることによって皮膚のへこみっていうのが戻しやすくしてあげるっていうのが治療の一番の近道なんだなっていうのが実際に治療をして感じたことの一つなんです。この治療に適してるっていうのがサブシジョンっていう治療で、このサブシジョンっていう治療がまさに肌の真皮層で癒着している繊維を剥がしてあげることによって皮膚のへこみを戻しやすくしてあげるっていう治療法なんです。クレーターでローリング型であったりボックスカー型のクレーター跡があるよっていう方であれば、最初にこのサブシジョンを一度検討してほしいなと思っています。このサブシジョンをしてあげたことによって個人的には効果抜群で、1
回施術をしてあげただけでだいぶへこみの改善っていうのをすることができたんです。このサブシジョンって特にこめかみとほっぺたにあるクレーター跡に効果的と言われているので、私にとってはまさにドンピシャの治療だったわけです。というのもですよ、もともと私がニキビ跡治療を開始しようとしたこの最初っていうのが、とりあえず美容皮膚科に行ってみようっていう気持ちで病院に行って相談しに行ったんです。そこで言われるがままに最初にダーマペン PRP を使用したヴァンパイアフェイシャルを合計4回やってみたんですけど、もちろん効果は感じていたものの、クレーター跡に関しては今一つ劇的な効果を得られたっていうわけではなくって、こんなものかって思いつつ様子を見ていたんですね。でもこのヴァンパイアフェイシャルっていうのが1回約10万円くらいする施術で、予算的にもやっぱ長く続けていくっていうのが難しくなるじゃないですか。そこでようやく自分で調べ始めて、ニキビ跡に特化した病院と治療法に出会って、その治療法っていうのがサブシジョンだったんです。ではダーマペンしてるものの、なんで最初にサブシジョンをした方がいいよってこの実体験から言えるかっていうと、サブシジョンをやって以降ダーマペンをした時のクレーターの治りっていうのがとても早くって改善が進んでるなって実感できているからなんです。これはやっぱりサブシジョンをしたことによって肌の真皮層に癒着している皮膚を引き上げられたことによって、へこみがさらに押し上げられやすくなったことによって、結果的にへこみの改善が早くなったんじゃないかなと思っています。正直なところ、深さのあるクレーター跡をダーマペンとかポテンツァ、さらにはそのフラクショナルレーザーとかですね、そういった施術だけで完全に引き上げることっていうのは正直難しいと思うし、それなりに結構な回数重ねる必要があると思っていて、深いへこみをまず最初に引き上げて慣らしてあげて、その後にダーマペンとかポテンツァで肌を整えてあげるのがいい方法なんではないかなと、私自身これまで全ての治療を通して実感してきたことなんです。一つ注意点で、このクレーター跡の中でもアイスピック型のクレーター跡をお持ちの方は、このサブシジョン自体適用にならない可能性っていうのがあるので、 TCA クロスとかポテンツァとかですね、他の治療を適用する可能性があるので、ぜひ専門の先生に相談をしてみてください。はい、これからもニキビ跡であったり肌のスキンケアについて動画たくさん配信していこうと思っていますので、もし本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。